今回読むお話はフランダースの犬です。リラックスしてお話を楽しみましょう。それではお聞きください。ある夏の日のこと、お父さんもお母さんもいないネルロはおじいさんと草むらで捨て犬を見つけました。かわいそうに思ったネルロは犬を家へ連れて帰り、パトラッシュと名付けました。パトラッシュはすぐにネルロに懐き、二人は兄弟のように仲良くなりました。ネルロとおじいさんは村のお百姓さんから牛乳を集めて10キロ先のアントワープという町まで売りに行く仕事をしていました。そのお仕事はとても大変な上にあまりお金にはなりません。だからネルロとおじいさんはスープを一杯飲むのがやっとというとても貧しい暮らしをしていました。ネルロが7歳になった時、おじいさんが病気になりました。それからはネルロとパトラッシュで重い牛乳を乗せた荷車を引いてアントワープまで行くようになりました。大変な道のりですが、ネルロはアントワープの町へ行くのが楽しみでした。というのも、アントワープの町にある大きな教会には、ルーベンスという有名な人の絵が飾ってあるからです。でも残念なことに、その絵にはいつも白い布がかかっていて、お金を払わないと見ることができません。しかしネルロはルーベンスの絵のそばにいられるだけで嬉しかったのです。ネルロは絵を見たり描いたりするのが大好きで、大人になったら絵描きになろうと心に決めていました。ネルロが15歳になったある日、ネルロは可愛らしくて優しい友達のアロアをぜひ描きたいと思いました。アロアは丘の上の風車のあるお屋敷に住むお嬢さんです。アロアのお父さんは貧しい牛乳売りのネルロがアロアと仲良しなのを嫌がっており、何とかして二人を引き離したいと思っていました。ある日、ネルロがアロアの姿を描いてくれるというので、アロアはおしゃれをして出かけました。けれど、ネルロが持っていたのは板切れと黒い木炭だけです。ネルロ、絵の具で描くんじゃないの？ごめん。これしか持っていないんだ。そう。アロアはちょっぴり残念に思いましたが、でもパトラッシュと一緒に描いてもらった絵はとても素敵で、アロアもとても気に入りました。よかった、アロアが気に入ってくれて。でも今度はちゃんとした絵の具で描いてやりたいな。その日からネルロはお昼ご飯を我慢して貯まったお金で紙と絵の具を買いました。ネルロはパトラッシュに言いました。パトラッシュ、僕はね、いつか人の心をつかむ素晴らしい絵描きになるんだ。そうなれたら僕はみんなに言うよ。僕はパトラッシュに助けられて絵描きになりました。一番大事な友達はパトラッシュですって。パトラッシュは嬉しそうにネルロを見上げました。ある日、クリスマスイブに開かれる子供の絵の展示会のことを知ったネルロは、夕暮れ時に切り株に座って一休みする木こりのおじいさんの絵を一生懸命に描きました。その展示会で一番になれば200フランという夢のようなお金がもらえるからです。クリスマスイブの日、ネルロは心を込めて描いた絵を荷車に積んでパトラッシュと一緒にアントワープの展示会の会場へ出かけました。他のみんなは絵の上に上等な布をかけて受付に渡しています。でもネルロの絵にはボロボロの布がかかっているので、ネルロは恥ずかしそうに下を向きながら受付の女性にそっと手渡しました。ネルロは雪の積もった町へパトラッシュと出かけました。パトラッシュ、もし一番になったらお腹いっぱいあったかいスープをあげるからね。その時誰が落としたのか雪の中にお人形が落ちていました。誰のかがわかる日まで
アロアに預かってもらおう。ネルロとパトラッシュはアロアのお屋敷へ行きました。そしてネルロが展示会に出品したことを話すと、わあ、ネルロならきっと一番を取るわ、とアロアは喜んでそのお人形を預かってくれました。けれどその夜、大変なことにアロアのお屋敷が火事になったのです。火をつけたのはネルロだろう。アロアのお父さんは嫌いなネルロを疑いました。そして悲しいことはまだ続きました。新しい牛乳屋ができたので、ネルロの仕事がなくなってしまい、その上、病気のおじいさんが死んでしまったのです。おじいさんの葬式が終わった夜、家主がやってきて言いました。明日の朝、ここを出て行け。朝が来ると、ネルロとパトラッシュは雪が降っている外へ出ました。そしてアントワープの町へ子供の展示会の結果の発表を見に行きました。パトラッシュ、一番を取って200フランもらったら僕たちの住む家を探そうね。それから薪を買って暖炉にくべて火をつけようね。その後はお腹いっぱい食べようね。ネルロもパトラッシュもこのところ水しか飲んでいなかったのです。必ず一番を取ってみせる。一番を取らないとダメなんだ。でも、ネルロの夢はすぐ消えてしまいました。一番を取ったのはネルロではなく、あまり上手ではないけれど、いろいろな色の絵の具をたくさん使って描いた海の絵だったのです。ネルロとパトラッシュは展示会の会場を重い足取りで出ました。ああ、これからどうしたらいいのだろう。もしお金があったら。どうしたのパトラッシュ。あ、なんとパトラッシュが雪の中に埋もれていた財布を見つけたのです。ネルロがその財布を開けてみると、中には金貨がたくさん入っていました。ネルロは周りを見渡しましたが、誰も見ている人はいません。これだけあれば家を借りられるし、パンもたくさん買える。たくさんの絵の具を買うこともできるぞ。ネルロはその財布を服の中に隠そうとしましたが、ふとその財布に見覚えがあることに気がつきました。これはアロアのお父さんのお財布だ。ネルロはアロアのお屋敷へ急ぎました。そしてアロアのお母さんに財布を渡すと、パトラッシュを家の中に押し込んで言いました。この財布を見つけたのはパトラッシュです。何か美味しいものを食べさせてやってください。そしてできたらここで買ってやってください。ネルロはそう言うと扉を閉めて雪の降る夜の中へ走っていきました。ああ、待ってネルロ。アロアとお母さんがネルロを追いかけましたが、ネルロの姿はもう見えませんでした。雪の街でずっと財布を探していたお父さんはアロアからネルロのことを聞いて目に涙を浮かべました。わしが悪かった。あんなにいい子を嫌ったりして。お腹がペコペコのネルロにはもう歩く元気もありませんが、最後の力を振り絞ってアントワープの教会のルーベンスの絵の前に行きました。冷たい床に寝転んだネルロはふと肩に温かい息を感じて振り向きました。パトラッシュ、追いかけてきたのかい？ネルロはパトラッシュの首を抱きしめました。ありがとう、パトラッシュ。僕たちはずっと一緒だね。ごめんよ、置いていったりして。パトラッシュ、もう離れるのはやめようね。すると月明かりが教会に差し込み、あたりが明るくなりました。雪が止んで月が輝き出したのです。あ、ネルロは思わず叫びました。ルーベンスの絵が見えるのです。さっきパトラッシュが暗闇の中で布を引っ掛けて落としたからでした。ルーベンスの絵はキリストの絵でした。パトラッシュ、僕はとうとう見たよ。ああ、なんて素晴らしいんだろう。ネルロは嬉しくて嬉しくて
涙をポロポロとこぼし、パトラッシュの首を温かく濡らしました。パトラッシュ、僕はもう疲れたよ。少し眠ってもいいかい？ネルロとパトラッシュはしっかりと抱き合ったまま目を閉じました。次の日の朝、牧師様がネルロとパトラッシュを見つけました。どうされました？こんなところで寝ていては風邪をひきますよ。もしもし。あ、ネルロとパトラッシュは抱き合ったまま冷たくなっており、二度と目を開くことはありませんでした。そこへアロアとお父さんとお母さん、それに3人の大人が駆け込んできました。アロアはネルロに駆け寄ると、わーっと泣き出しました。ネルロ、お父様がネルロのことを分かってくださったのよ。今日から一緒に暮らせるのに。どうして天国へ行ってしまったの？3人の大人たちは子供の絵の展示会で審査員をした人たちでした。審査員たちはネルロに涙を流して謝ります。気の毒なことをしてしまった。ネルロの絵は受付の手違いで他の場所に置かれていたんだ。とても素晴らしい木こりの絵だったよ。我々はもう一度審査をやり直したんだ。そして君の絵が一番に選ばれたんだよ。天国へ召されたネルロとパトラッシュは、その言葉を聞いているかのように優しく微笑んでいました。おしまい。皆さんいかがでしたか？この物語はイギリスの女性作家フィーダによって書かれました。日本ではフランダースの犬のアニメが有名で原作を読んだことがない人でもアニメのラストシーンはほとんどの人が知っていると思います。私もお話のすべては知りませんでしたが、アニメの絵とラストシーンだけはよく知っていました。物語の舞台はベルギーですが、本場ではあまり知られていないそうです。なんで日本ではこんなに知られることになったのでしょうね。アニメの影響でしょうか。それでは次回のお話もお楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。次に聞きたいお話や感想のコメントをお待ちしております。最後まで聞いていただきありがとうございました。